こんにちは。こんばんは。おはようございます。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は間違えやすい動詞や文法を勉強します。ちょっと自信ないなって思うことを全部クリアにしていきましょう。レッツゴー！父、普通の父はこういう時、娘と一緒に飛んだり跳ねたりはしゃいでくれると聞いている。まず言葉です。こういう時、これはリゾートで遊ぶ時という意味ですね。この文のポイントは、はしゃいでくれると聞いている。ここです。まず、くれますってどんな動詞でしたか？そう、誰かが私に何かをくれます。サブジェクトは私ではありません。他の人です。くれますは他の人が私の家族、私の身内、私に近い人に何かを渡す、プレゼントするときに使います。これに動詞の定型をプラスすると、このアクションを私や私に近い人に渡すという意味にレベルアップします。ケーキを作ってくれた。写真を見せてくれた。はしゃいでくれる。これは一緒に楽しくなる。エンジョイする。私のためにというニュアンスになります。プラスと聞いている。このセリフには普通という言葉があるので、一般的にはとか、みんなが、他の人が、たくさんの人がそう言っている。normally のようなアバウトなものですね。彼は今日休みだと聞いています。このように使うと、明確な、クリアなファクト、事実を表すこともできます。ええ、今日はお休みをもらえましたので、さっき、くれますを復習しましたが、もらいますの主語は誰ですか？はい、私です。私はもらいます。誰かから何かをゲットします。この場合は、休みをゲットできました。もらえました。可能形です。もちろん、もらいますの定型と一緒に使うこともできます。例えば、ケーキを作ってもらった。写真を見せてもらった。ケーキを作ってもらえた。写真を見せてもらえた。こんな感じです。もらったともらえたの違いは何でしょう？もらった。これはシンプルなパストファクトです。もらえた。可能形を使うとちょっと嬉しい気持ちやそれができてハッピーというニュアンスになります。やれるだけのことはやりましたし。さて、やれるだけのことって何でしょう？これは自分がやれる、できることを全部マックスでということです。ここがトピックで、それをやりました。やった。英語で言うと、同じですね。これは、できるだけのことはしたと言っても OK です。例えば、テストの後、仕事の後などでよく使えるフレーズです。こんな平和がずっとずっと続けばいいですね。続けば、
動詞の条件形です。このば、いは、希望、願望という意味です。なので、もしというニュアンスも入っています。これは、たらいいと言い換えることができます。たらとばの違いは、たらの方がカジュアルで、ばの方がフォーマルです。このように、ほとんど同じ意味なのに、違う言い方がある場合、動詞の普通形を使っている方がカジュアルと覚えると簡単です。このセリフで気をつけたいポイントは動詞の形です。例えば、海に行ければいい。ビールを飲めればいい。海に行けばいい。ビールを飲めばいい。これ、どちらも条件形ですが、元の動詞が違います。そう、可能形とます形ですね。一つ目の文は、もし行くことができれば、それが可能だったら、という希望、願望です。二つ目の文は、アドバイスです。自分の意思でコントロールできる動詞のことを日本語で意思動詞と言います。意思動詞の条件形プラスいい。これはアドバイスです。アドバイスされた人がする、しないを自分の意思でコントロールすることができるからです。このセリフのように希望や願望という意味でば、いいを使うとき、この意思動詞とは一緒に使うことはできません。可能形は無意思動詞です。なので使うことができます。はい、とっても美味しそうです。そうですは大きく分けて2つの意味があります。一つは見て思ったこと。もう一つは誰かから聞いたことを誰かに伝えることです。では、この夜のセリフは A、B、どちらだと思いますか？そうですね。A です。今見て思いました。この魚は美味しそうだ。嵐が来そうだ。この魚は美味しいそうだ。嵐が来るそうだ。様子、予測のグループと伝聞のグループと一緒に使える言葉の形が違います。そうですの文法は、そうですの前の言葉の形がとっても大切です。気をつけましょう。いかがでしたか？くれます、もらいますや、ば、たらは本当に間違えやすいポイントです。何度も一緒に復習していきましょう。今日のレッスンが役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。新しくメンバーシップに入ってくださった皆さん、今月も継続してくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張って活動していくので、応援してもらえると嬉しいです。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。